イギリスを代表する高速列車、インターシティ125、HST。かつては、英国各地の幹線を走り、世界最速のディーゼル特急として、時代を築いた列車です。しかしその HST も、2010年代後半から、少しずつ退役が開始。今は、定期運用で乗れる場所は、1カ所だけになってしまいました。その最後の舞台が、イギリス北部のスコットランド、エディンバラやグラスゴーから、アバディーンなどを結ぶ列車として、今も HST が活躍しています。ただ、その活躍にも、少しずつ終わりが見えてきています。2024年から、後継車両の選定が始まり、スコットランドの HST にも、ついに引退へのカウントダウンが始まりました。今回は、そんな、最後の定期運用 HST に、再び乗車、車内、編成、スコットランドの景色、そして、今の HST に起きている変化を見ながら、なぜこの列車が終わりに向かっているのかを追っていきます。ということで、皆様こんにちは。ここはイギリスの北部、スコットランドの都市、エディンバラです。スコットランドの首都であるこの町は、重厚な石造りの建物と、緑の自然が調和しています。坂の多い地形が、独特の景色を作り出していて、町の高台からの眺めは、いつまでも見飽きることがありません。そんな歴史ある町から、今回も、鉄道の旅に出発しましょう。スコットランドの鉄道は、南側の地域を除き、大半が非電化路線。鉄道のターミナル、エディンバラ、ウェイバリー駅の構内には、ディーゼルエンジンの音が響き渡ります。その隣では、日立製の通勤快速電車、グラス385型が並び、15分間隔で、西の大都市、グラスゴーに向かって発車していました。今日は、この駅から出発する特急列車、HST 君に、もう一度乗車したいと思います。というのも、今や彼は、定期運転している場所が、ここだけになってしまったからです。かつては、首都のロンドンから伸びる、各方面の幹線で活躍していた、長距離ディーゼル特急、HST。ですが、新型車の導入と入れ替わりに、2017年から少しずつ、特急での運用が減少していきました。けれども一部の編成には、新たな活躍の場が与えられます。その一つが、ここ、スコットランドでした。イギリスの北部に転属した HST は、スコットランドの二大都市、エディンバラ、グラスゴーを中心に、北の都市へと向かう路線で使われる、スコットランドに存在する、7つの都市を結ぶことから、この列車には、インターセブンシティの愛称が与えられた。イギリスでは、大きな都市同士を結ぶ特急列車を、インターシティと呼びます。そこに、スコットランドの7つの都市を意味する、セブン、を挟み込んだわけですが、これって具体的には、どこを指してるんですか？いい質問ですな。インターセブンシティが表す、7つの都市とは、今いるエディンバラと、西側の大都市、グラスゴー、そして今回の目的地である、アバディーンなどが該当する。他には、ダンディー、パース、スターリング、そして、北スコットランド最大の都市、インバネスの7つだそうだ。インターセブンシティの運転頻度は、だいたい2時間に1本、特急列車に相当する扱いだ。2時間を切って、運転間隔が長くない？それは仕方ないんだよ。スコットランドの鉄道は、南の地域に比べて、人口が少なく、頻繁な運転が必要ないこと。また、ローカル線ゆえに、追い抜きができる場所が限られているので、各駅停車に追いつかないよう、前後間隔を空けて走らなければいけないからだ。それに、エディンバラからスコットランド北部の都市へ向かう特急列車には、ロンドンノースイースタン鉄道の、アズマも運転しています。こちらは、1日数往復程度と、運転本数がとても少ないのですが、9両編成の長い列車で運転します。私たちが、HST 君に乗る時も、ちょうど少し前に、同じ北の方面へ向かう、アズマが出発するところでした。その列車を見ようとホームに向かうと、なんと偶然にも、HST と関連のある編成が投入されていた。この時走っていたのは、クラス800の109編成。この列車は、2019年11月の夜、回送列車として、前方を走行していた HST に、追突してしまった編成だ。事故の原因は、イレギュラーな運転方法と、ダイヤ乱れ、
そして、まだ新型車に不慣れな、運転士の操作ミスが重なってしまったことだった。この事故により、HST と、クラス800、東の両方は、互いの衝突箇所が大破してしまう。そのうち HST 側は、そのまま修理されることなく退役。この車両は、もともと引退が2週間後に予定されていたので、退役を前倒しされてしまったのだ。一方のクラス800は、現場での調査が終了後、修理のため、メーカーの工場へ改装された。こちらは幸い、破損箇所が、クラッシャブルゾーンの範囲内で留まっていた。クラッシャブルゾーンとは、中程度の衝突が起きた時、あえて優先的に壊れて、大きな衝撃を吸収する仕組みです。その際破損した箇所は、壊れた部品を交換するだけで、運用復帰できる設計になっていたんです。そのおかげで、追突事故を起こした109編成は、綺麗に修理され、こうして元気に走っているわけですが。なんとなく、白の色が違うね。事故で破損し、修理された箇所は、ライトより前の部分だった。ここだけ、新品になったため、色が微妙に異なっているのだ。もっともこれは、素材の違いもあるかもしれないな。クラス800は、ライトから前は、強化繊維プラスチック。そして車体本体は、アルミ合金でできている。素材が異なると、塗料そのものから、色の劣化速度、汚れのつき方までが違ってくるので、時間が経ってくると、どうしても部品ごとに、色合いが変わってくるのだ。また、クラス800に限らず、ヨーロッパの鉄道車両は、衝突時の部品交換や、衝撃吸収を考慮し、先頭部分だけは、強化プラスチックで製造されている。そのため、製造後、数年が経った車両は、色のノリが異なった顔になり、そのまま運転されていることが多い。ひどいのになると、塗装どころか、所属が違う編成の部品を装着しているケースもあるよね。さてさて、余談はこのくらいにして、HST 君に乗ってみましょう。今回も、以前と同じ、エディンバラから、アバディーンまでの区間を乗車します。道中では、イギリスの鉄道を長く支えた、名物特急に、今何が起きているのかを、詳しくお話ししたいと思います。僕たちが、スコットランドの HST 君に乗車するのは、実に6年ぶり。再会した彼は、内装が綺麗に変化し、そして少し寂しくもなっていました。以前、スコットランドでこの列車に乗車した時、インターセブンシティの大半は、南西部の鉄道会社、グレートウエスタン鉄道から転属した直後でした。そのせいで、客車の改装が間に合っていない編成が、いくつも存在していたのです。本来なら、バリアフリー対応の改造や、スコットランド用の塗装に、装いを新たにしてから投入するはずが、出入り口ドアが、昔ながらの手動式だったり、塗装も、グレートウエスタン鉄道のままでした。車内も、前の鉄道会社の名前が書かれたままだったよな。そうそう。時間のかかる改装は、後回しにして、とりあえず走らせている状態だったね。駅の案内も、地域間の快速列車や、各駅停車と共通でした。けれども今は違います。ホームの電光式案内には、特急列車、インターセブンシティの専用表示が流れ、出発を待つ列車は、スコットレールの塗装になっています。ドアは、電動の自動ドアになり、安全性と利便性が向上。車体には、車椅子用スペースや、自転車置き場のある区画、座席番号が示され、それぞれのお客さんが、適切な位置から、乗り込むことができるようになっていました。ちょっといいか？ドアは確かに、ボタン一つで開閉できる仕組みになってるよな。でも、バリアフリーに対応したと言っても、床に段差があるやん。ほんとだ。この状態で、車椅子の人は、どうやって乗り込むんだ？それはですね、日本の通勤電車と同じで、ホームとドアの間に、仮設のスロープを設置するんです。大きな駅には必ず、渡し板がいくつか用意されていて、車両に合った板を使用します。スコットレールの列車は、ドアの幅や床の高さが、車種ごとに異なっているので、スロープも、いくつかの種類が存在します。HST 君の場合、クラス800、東と同じ板が使用できるようです。車内でも、いくつか改装の手が加えられています。乗ってみて最初に気づいたのが、客室のカーペット。ここが、
スコットランドの伝統織物、タータンチェックのカーペットに張り替えられています。それに、ヘッドレストカバー、業務用スペース、仕切りの扉などにも、インターセブンシティのロゴが追加されていました。その反面、ちょっと寂しい部分も見られました。インターセブンシティには、一等席車両に売店が設置されています。化粧板が張り替えられ、専用ロゴも追加されていましたが、私たちが乗車した列車は営業をしていませんでした。それどころか、車内販売員すら乗っていなかったんです。今回乗車したのは、エディンバラ発、アバディーン行き。終点までの走行時間は2時間30分と比較的長いのですが、カートでの販売も一切ありませんでした。以前に乗った時は、車内販売があったり、一等席で紅茶のサービスがあったのにな。なんか最近、スコットレールは、車内サービスが簡略化されているのが気になるところだよね。ただ、インターセブンシティは、スコットランド北部の都市、インバネスまで走る長距離運用があります。こちらはエディンバラから4時間以上にもなる長旅ですので、さすがに車内販売がある。と、思いたいな。えっちゃんが完全退役する前に、ぜひともインバネスまで行ってみたいものですな。ゆっくりさん、それ言っちゃっていいの？冒頭で、すでに言っちゃってるし。遅かれ早かれ、皆様にお伝えしなきゃいけないことだからな。その件があるから、慌てて私たちはスコットランドに来たんだろ？ということで、改めて、残念なお話をしなければなりません。2018年から、北国スコットランドで、新たな活躍の場を与えられていた、HST 君。それが、2027年から、順次退役が計画されているんです。あいつが引退って、ほんまか？ほんまです。正直僕たちも、目を疑ったよ。ゆっくりさんが、地味に大ダメージを受けてて、3日間、何も喉を通ってなかったよね。全然痩せなかったけどな。ではなぜ、HST 君は、終わりに向かっているのでしょうか。車内は綺麗に改装されていますし、乗ってみた印象としても、まだまだ十分、現役で走れそうに思えます。実際、性能そのものに、決定的な問題があるわけではありません。それでも後継車両の選定が始まった背景には、いくつかの大きな理由がありました。まず一つは、エネルギーコストです。HST はもともと、編成の両端に強力なディーゼル機関車を連結。その間に、最大9両もの客車を挟んで、最高時速200キロで走ることを前提に、設計された列車です。つまり、とても高出力なエンジンを積んでいるんですね。ところが、スコットランドでの今の使い方を見ると、その力をフルに発揮する場面は、あまり多くありません。この列車が走る区間では、最高速度は時速160キロ。しかも実際には、その速度すらも出さず、120キロ程度で走る区間も、少なくありません。さらに編成も、現在は4両から5両程度の客車が中心です。こうなると、本来ならもっと重い編成を、より高速で走らせるためのエンジンが、持て余し気味になります。そして高出力のエンジンは、その分燃料消費も大きくなります。つまり HST は、今のスコットランドの運用に対して、少し贅沢すぎる列車になってきているわけです。実は、HST 君は、他の鉄道でも、活躍の場が狭まっていました。その一つが、イギリス西部に路線を持つ、グレートウエスタン鉄道です。この鉄道でも、スコットレールと同じく、中間の客車を4両に減らした、単編成版を導入していました。インターセブンシティと同様に、出入り口が自動ドアになり、客室も改装されます。編成を組み替えた HST 君は、グレートウエスタン鉄道で活躍していた万能蒸気機関車にちなみ、カースル編成と命名。専用のネームプレートまで、新たに用意されるなど、末永く走り続けるかに思われました。ですがこちらも、運転効率が悪いことが、投入直後から問題になっていました。大出力エンジンはそのままに、短い列車を低速のローカル区間で運転するのは、やはり非効率だったんです。それでも、せっかく改装した車両ですから、なんとか使い続けていましたが、2020年代になると、世界情勢の変化により、燃料費が高騰。これに伴い、カースル編成は、少しずつ運用が減っていきました。末期には、
1日4往復程度の運転となり、2025年12月に惜しまれつつ引退してしまったんです。こうして、HST を定期運用する会社は少しずつ減少していき、ついにここ、スコットランドだけになったのでした。さらに、HST 君は、車体の構造が古いことによる課題もあります。特に問題になったのが、運転席周りの安全性です。この車両は、1970年代に登場した車両ですから、現代の基準で見ると、衝突安全性などの面で、弱い部分があります。もちろん改造や、延命工事は実施されてきましたが、それでも新しい車両と比べると、どうしても時代差があるのです。その上、最近のスコットランドは、気候変動のせいか、異常な大雨が、頻繁に降るようになりました。そのせいで、線路では、地滑り、崖崩れが起きたり、倒木が発生。そこに、インターセブンシティが突っ込んでしまう事故が、たびたび起きるようになってしまったのです。おまけに客車の車体も、設計上の寿命が近づいていることが、大きな問題でした。実を言うと、HST 君の客車は、長年在来線を、高速走行し続けていたことで、車体に微妙な歪みが発生していました。さらに、インターセブンシティの車両は、海辺を走る、グレートウエスタン鉄道の編成でしたから、内装を撤去した時に、腐食している箇所も見つかります。あの鉄道の路線は、単に潮風が当たるどころか、思いっきり海水をかぶる区間もあったもんな。こうした経年劣化は、1両ずつ、程度や進行状況が異なっていたため、自動ドアへの改造工事に、時間がかかってしまった一因になっていました。このような古い車両で、増え続ける自然災害のリスクに立ち向かい続けるのは、限界があります。何かあった時に、乗客を守るという、鉄道の至上命題を考えた時、より強固な安全基準を備えた、次世代車両への移行は、避けては通れない決断だったと言えるでしょう。こうした事情もあって、スコットランドでも、HST の後継車両の選定が始まりました。つまり、今走っている、インターセブンシティの HST は、まだ活躍している最中ではあるものの、すでに、その先を考える段階に入っているということです。ただ、ここで面白いのは、HST が単純に、使えない列車になったから、置き換えられるわけではない、という点です。むしろ逆で、今でも十分に走れるし、乗っていて魅力もあります。あ、これ本人には内緒ね。それでも、エネルギーコストや安全性、そして現在の運用条件との相性を考えると、そろそろ次の世代へ移るタイミングに来ている。そういう引退なんです。だからこそ、今、乗れるうちに、HST に乗る価値があるとも言えます。かつては、幹線の主役だった列車が、スコットランドで今の時代に合わせながら、最後の現役生活を送っている。そんな姿を見られるのは、もう長くはないからです。さてここまで言っていると、後継車両が何になるのかが、気になりますよね。それはもちろん、イギリスの新型車のお約束、日立製の車両が、またかよー。ではありませんでした。あれ？違うのか。でもちょっと、日立も関係しているかな？インターセブンシティが走るのは、基本的に非電化区間のみ。ですが、今日立は、ディーゼルエンジンのみの車両を作っていないことや、導入コストの関係で選ばれなかったんです。後継車両の条件は、導入から維持まで、かかる費用が安く済み、大きなトラブルもなく、即戦力になれる車両でした。ただ、この段階ではまだ、次はこの車両と、はっきり決まっていたわけではありません。しかし、選定開始当時から、噂されていた車両がありました。それは、中古車両の活用です。新造車ではなく、他の鉄道会社で使われていた、比較的新しい車両を転用するのではないか、という見方ですね。その中でも、有力候補とされていたのが、イーストミッドランズ鉄道の、クラス222という、特急用ディーゼル車でした。イーストミッドランズ鉄道は、ロンドンから、中部にかけての地域で、各駅停車から特急までを担う鉄道会社です。クラス222型はその中で、都市間輸送用として使われてきました。製造されたのは、2003年から2005年にかけてと、現代の最新車に比べれば、若干古いのですけれど、高い安全性やバリアフリー設備を持ち、車体を大きく改造する必要がありません。その上、
すでにイギリスの線路を問題なく走っている実績があり、新造車よりも安く、早く導入できることが高く評価されていました。やがてこの噂は現実のものとなります。2026年3月に、このクラス222が HST の後継者となることが正式決定し、製造メーカーと10年間の保守契約も結ばれました。スコットランドの HST 置き換えは、ついに具体的な段階へ進んだことになります。スコットレールでは、クラス222を22編成導入。なんか、2が多いな。僕も言っててそう思った。それにしても、そんなに一気に特急車両を大量導入して、イーストミッドランズ鉄道の方は運用大丈夫なのか？その点は問題ありません。イーストミッドランズ鉄道はこれから、日立製の新型車両、クラス810を33編成も導入します。これにより、既存のクラス222には、大量に余剰編成が発生するんですよ。ですから、スコットランド側から見れば、ちょうど使えそうな、中古の都市間特急車両が出てくる、絶好のタイミングだったわけです。現在、クラス222は、早くも運用を外れた編成が、メーカーのアルストム社で、リフレッシュ工事を受けています。座席の生地を張り替えたり、荷物置き場を増設。通信速度の速い Wi-Fi や、新しい情報案内装置を搭載。などなど、およそ1年かけて、大規模な改装が実施されます。その後、試運転が行われた後、2027年12月から、スコットランドの地を走り始める予定です。ということだから、今からでも1年以上は、慌てなくても HST に乗れるわけだ。だけど、そんなにのんびりしている暇はないよ。クラス222型による置き換え期間は、およそ1年。つまり、2028年末までに完了する計画です。2017年に、クラス800系列が導入された時のように、一気に新しい車両ばかりになることが、十分考えられます。もちろん、車両が変われば、快適性や効率の面では、改善される部分もあるはずです。ただその一方で、古いイギリス製車両らしさが残る、HST 君のデザイン。あの独特な、乗り心地と走行音。そして、長年イギリスの幹線を支えてきた存在感は、別のものに置き換わっていくことになります。これから先のスコットランドの都市間特急は、より現代的で、今の使い方に合ったものへ変わっていく。でもそのことで、HST という列車が持っていた、時代の空気もまた、一つ消えていくわけです。あ、私がこういうこと言ってたって、あいつには絶対言わないでくださいね。ところで、スコットランドのインターセブンシティが引退しちゃったら、もうイギリスでは、定期運用の HST 君に乗れなくなっちゃうわけですよね。そうなるんだよ。検測車や貨物用になった車両があるから、これからもイギリスで、こいつの融資は見られるが、これらは一般のお客さんが乗れないのが、大きな欠点だ。あ、でも、一部の列車が、チャーター仕様になって、不定期に運転されてますね。これが一番、ハードルが低いかも。他には、ナイジェリアとメキシコに、譲渡された編成があるけど、ちょっと遠いんだよな。ナイジェリアの車両は、スペインの客車、タルゴと合体した、面白い形態で運転しているらしい。かつて、イギリスの幹線を駆け抜けた HST は、今スコットランドで、最後の役目を果たしています。その姿には、時代の終わりを感じさせる寂しさと、最後まで走り続ける列車の力強さが同時にありました。ただ、鉄道はいつの時代も過去を残しながら未来へ進んでいきます。次回は最新技術と歴史を学びに南へ向かいます。歴史ある列車の余韻を感じたその次に、今度はこれからの鉄道と受け継がれてきた歴史を見に行きます。それでは皆様、ここまでのご視聴ありがとうございました。イギリス鉄道の再編、そして HST の引退、変わりゆく鉄道の姿を記録し続けることは、今しかできない貴重な作業です。このチャンネルでは、外国の鉄道の裏側や技術を、独自の視点で深掘りしていきます。マニアックな鉄道情報を見逃したくない方は、ぜひチャンネル登録をして、僕たちの旅の仲間に加わってください。